にちは、MD ジャックです。相変わらずの寝不足続きですが、気温が少し下がってきたので助かります。こんにちは、愛です。読書の秋なんて言いますが、愛は一年中読書しています。さて今回は、ゼロオーディオ、ホワイトバッソとホワイトテノールで、ご視聴者様からのリクエストによるものです。ジャックさん、あんまりイヤホンの種類知らないんですか？そうだな。レビューしてきた100本以上以外についてはあんまり知らないかな。動画を上げていく中で、ご視聴者様からコメント欄でいろいろ教えていただいて、次に買うモデルを決めることも結構あるよ。あんまり高いモデルは買えないけどね。今回はニューモデルではないけど、以前から気になっていたところに、ご視聴者様から背中を押してもらった感じで買っちゃった。中華イヤホンじゃなくて、メイドインジャパンなんですね。今日はハーモネットさんのブランドで、ゼロオーディオ、かっこいいね。カルボバッソ、テノールのホワイトバージョンで、特徴はこんな感じ。価格が3000円ぐらいのモデルで、微ケーブル負荷は仕方ないところかもね。ライバルは、外観からしてもファイナル E シリーズが意識されるよね。音質比較動画へ行く前に、装着について気づいたことがあるので、ここはミミィちゃんから話してもらおうかね。そうですね。じゃあミミィちゃんよろしくね。はい。健康診断が終わって元気いっぱいなミミィだよ。円筒形のモデルって安定しづらいんだよね。なので小さめのイヤピで耳の奥へ押し込んだんだけど、なんかこれが失敗で圧迫感だけあって低域があまりでなくなっちゃった。なので逆に浅めに軽くつけてみた方が良かったよ。足りない安定感はシュワ掛けでケーブルの重さの影響を受けないようにしたら問題なくなったよ。装着の角度は個人差があるところだから、普段より慎重に角度と深さをいろいろ試してベストなポジションを探すといいと思うよ。そうなのね。さすがミミィちゃん、ありがとね。この情報はご視聴者様からもいただいていたので、皆様にもお伝えしておきたかったんだよ。手に取って装着してみないとわからないことだからね。そうですよね。では音質比較動画です。イヤピはファイナル E タイプです。波形や音質について見ていきましょう。ジャックさんお願いします。はい。最初に中古で買ったバッソで L 側を測定したんだけど、なんか低域が思ったほど出てないんじゃないかと思って、テノールの波形と比較をしたのがこれ。低域が同じような出方で、やっぱおかしいなぁと。で、左右測ったのがこれ。随分差がありますね。そう、これはダメだなってことで、バッソを新品で購入し直して測定したのがこれ。真ん中の紫が左右測って差異がないのを確認したものね。やっぱおかしかった。たまにこんなこともあって、今のところ確率的には 4% ぐらいかな。さて、本題へ戻ってテノーレとの波形比較で、レベル差がある状態の波形ね。手持ちのダイナミックドライバーモデルの表で比較するとこんな感じで、バッソは特に気にすることないけど、テノーレはスマホ直差しする際は USB ダックを通した方が無難かな。ああ、ほんとだ。バッソの後にテノーレを聞くと音小さいですね。で、レベルを合わせたのがこれね。それぞれの特徴がはっきり出ているでしょ。さらに特徴を区切ったのがこれね。80Hz 以下が大きく違ってますね。そうだね、ここがモデル名のバッソの通りで、重低音が出ていて KZZAS に似ているね。次はこの辺りで、バッソは 3kHz 以上があまり落ちずに音作りをしていて、ちょっと派手に聞こえ、ボーカルは前へ出てくる。低域と中高域以上が主張し合うので、中域は落としてバランスをとっているように見え、どんしゃりに感じるね。8kHz 以上がいまいち抜けてこないと感じる方には、イヤピで調整すると良い感じになったよ。いろいろ聞き比べて、この2つが良かったかな。次はテノーレですが、比較しているから低域が弱いように見えますが、聞いてみると弱くはないですね。
その通り、テノーレは一言で言えばバランス重視で無難な感じがするね。この帯域がバッソより出ているからドンシャリ感は弱めだけど、この帯域を結構落とすことですごくあっさりした聞き心地で、さらに上は割と出ているので繊細な広域の音作りになっていると思うよ。確かにあっさりした聞き心地ですけど、ボーカルはよく聞こえますよ。バッソより全体に馴染んでいる感じもしますね。バランス重視の特徴だろうね。実際ここにちょっと EQ をかけるとボーカルがふんと前に来るからね。それと気になったからファイナル E2 線の波形を重ねてみたんだけど、全体的になんとなく傾向が似ていると思わない？はい、似てます。特に 2kHz 以上ね。1kHz 以下が違うから聞いた感じはあんまり似てないんだけど、コーティのレベル差とかを見て E2000 同様派手な音作りではないわと特徴が大体話せたところで、バッソはベースが前へ出るのはもちろんのこと、ドラムのキックの存在感やフロアタムの響きも良くて、ビート中心のジャンルを聴く方にはバッソだろうなって思うな。ドラマー、ベーシストは多分こういう音が好きな気がするよ。音にメリハリありますもんね。メリハリを活かしながら好みに合わせてイヤピ高い EQ で自分好みの音にしていくとかなりいい感じに持っていけるよね。テノーレはあまり手を加えず、中域の落とし方も少なめなので、バランス中心に聞きたい傾きな気がするね。弦楽四重奏をテノーレで聞くと繊細さが良い感じ、立ち上がりが柔らかいストリングスの帯域に合っているからかな。音数の少ないジャズのトリオなんかも良いんじゃないですか？いいね。落ち着いた雰囲気でライドシンバルの繊細なビートの刻みの臨場感なんかもよく伝わってくるよ。逆にオーケストラで打楽器系が入ってフォルテッシモでジャンってくる時にはバッソの重低音が欲しくなるね。音符のふわりなら縦向きなバッソ、横向きなテノーレって感じかな。 KZ 系のメリハリのあるハイブリッド系のモデルが好きならバッソが向いているし、 KB やラークとか TRN、STM あたりが好みならテノーレかなとか。どちらも3000円ぐらいのモデルで、第一印象はバッソよりテノーレの方がとっつきやすい質感でした。ファイナル E シリーズの薄味に少し調味料を足して口当たりを良くした感じですかね。今テノーレでジャズトリオの演奏を聴いていますが、約3000円でこれだけの質感ならば不満はないですね。かといってバッソでジャズが合わないってわけでもないですけど、小編成により合うのはテノーレかと。ちなみにどちらか1本だけ買うなら派手めな傾向を絞る方向で調整して音作りしてテノーレ風にもできるのでバッソかなと。いずれにしてもゼロオーディオのこの2モデルはもっと早く聞いておくべきでした。ロングセラーとなっているだけのことはありますね。ということでゼロオーディオ、ホワイトバッソ、ホワイトテノーレのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。